思います。イエーイ。というのも、この動画が出るタイミングには私はもう新しいお家に引っ越してるんですね。なので家賃の話とか家があるエリアの周辺の話とか、そういった詳細もお話しできるベストタイミングなんじゃないかなと思って今ルームツアーを撮ろうと思います。なので前半にはルームツアーとファシリティの紹介、そして後半には家賃とお家周辺の環境についてお話しできればなと思います。ぜひ最後までご覧ください。はい、それでは私のお部屋を紹介していきます。お部屋は17階のお部屋です。こちらが私のお部屋です。それでは紹介していきます。まず左手がキッチンスペースなんですけども、一番手前には冷蔵庫があります。こちら嬉しいことにパナソニック製品でございます。大きさは1人だし料理そんなにしないので十分なサイズでしたね。冷蔵庫の隣が洗濯機です。ちなみに家具家電は全て備え付けなんですけども、こちらの洗濯機は乾燥洗濯全てねこれ1個でできるタイプなので非常に便利でした。こちらがキッチンスペースなんですけども、コンロは IH 対応でしたね。でキッチンの上にはたくさんの収納棚があって非常に便利でした。この青を基調とした感じがすごくスタイリッシュでおしゃれで気に入っていましたね。でキッチンの隣にはダイニングテーブルがあります。こちらのダイニングテーブルは白を基調としたダイニングテーブルでスタイリッシュで気に入っていました。でその隣がリビングルームです、ね、こちらのリビングルームはものすごくおしゃれなんですけども、でこの青いソファーも気に入っていましたし、でその上に飾られているアートもすごくおしゃれでドラマに出てくるお家みたいですごく気に入っていました。続いては隣のお部屋を紹介していきます。まずねこちらには大きなクローゼットがあります。で左手にはバスルームなんですけども、こちらの正面が洗面台となっていて、この大きな鏡もあって非常に便利でした。で左手はトイレになります。でトイレはこんな感じです。でこちらのトイレはなんとTOTOが採用されていて、流れるスピードがものすごく強くって非常に便利でした。でトイレの右隣にはシャワールームがあります。日本の家と違って乾燥機がないのですぐカビやすい、それだけがちょっと残念なポイントでしたが、でも快適でした。でこちらには私のお化粧台があります。でこちらのお化粧台も机がね広々としていて、でさらに鏡もこんなに大きいのですごく快適にお化粧ができていました。でねこちらは私のお気に入りのお化粧品グッズたちです。そして左側がベッドルームになります。でこちらのベッドルームには机が備え付けられているんですけども、こちらで普段仕事をしておりました。机の上にはたくさんの棚があって、本当にねクアラルンプールの家って収納棚がたくさんあって便利ですよね。でこちらがベッドです。クイーンサイズのベッドなので1人で寝るのにはもう十分すぎましたね。でベッドのサイドにはライトが備え付けられていて、すごくホテルライクな感じで気に入っておりました。ちなみにテレビもねパナソニック製品となっております。そしてね外からの風景がものすごくいいんですけども、ご覧ください。お家のエリアとかは後で紹介するんですけども、こちらは下町エリアだったので目の前には香港の下町みたいな風景が広がっています。そして正面には見てください、エクスチェンジタワーがドーンと立っております。高い建物が周りにないので日当たりが非常に良かったんですよね。でそして左手にはツインタワーとパビリオンのタワーが見えます。この景色ともお別れするのが非常に寂しいです。はい、ルームツアーは以上になります。続いてはファシリティを紹介していきたいなと思います。ファシリティは20階にあってご覧の通りとても眺めがいい場所となっております。まず右手にはカフェ&バーがあります。このカフェ&バーは夜になるとハウスミュージックが流れていて、とても雰囲気のいいバーでたびたび訪れていました。でこちらは子供用の浅瀬プールですね。で上にはインフィニティプールがあるのでちょっと向かっていきたいと思います。見てください、こちらが
私の家のインフィニティプールでございます。目の前にはブッキビンタンの大都会が見渡せて、いやーすごくいい景色ですよね。気持ちいいここから夜チルるのが私の日課でした。本当に景色は最高です。そして左手には建設中のムデルカ118が見れます。こちらはドバイのブルジュカリファに次ぐ世界で2番目に高いビルになるだろうと言われています。プールの隣にはジムルームがあります。こちらには多くの器具が備え付けられています。もちろんこのジムは無料で利用することができます。この景色を眺めながらトレーニングできるのも最高ですよね。そして目の前に見える高層ビルたちは今開発が進んでいる BBCC エリアとなっています。ちなみにこちらが最寄り駅なんですけども、最寄り駅からは歩いて10分ぐらいで非常に便利な場所でした。はい、ルームツアーファシリティ紹介はいかがだったでしょうか。もうかなりいい感じの家で、私は2ヶ月住んでたんですけども、本当に大満足でしたね。それでは気になる家賃なんですけども、なんと1ヶ月5万円でした。ちなみにこのお家は賃貸として借りたわけではなくて Airbnb で借りたんですね。なのでこの5万円の中には家賃だけではなくて光熱費、水道代、Wi-Fi 代全てもろもろが含まれて5万円なんですね。なので東京の家賃相場のことを考えるとかなりコストパフォーマンスはいい方なんじゃないかなと思っています。東京で5万円だとこんな感じのちょっとボロボロなアパートにしか住めないけど、クアラルンプールではこんなに素敵なお家に住めるんだなと改めて感動しましたね。ルームツアーの途中でも紹介したように家具、家電、あとタオルとかそういった小物類まで全て備え付けられていたので初期費用が一切かからなかったのも良かったポイントです。はい、そして住んでたエリアについてなんですけども、私はブルという場所に住んでました。クアラルンプールの中心地ブッキビンタンにも歩いて15分ほどで行けるし、あと最近できたばかりのララポートにも歩いて10分足らずで行けるのでかなり便利な立地でした。ただプルは香港の下町みたいな感じで古い建物が結構多くて、来たばかりはってすごい驚いたんですけども、ただ実際住んでみると近くには美味しい中華料理屋さんとかもたくさんあるし、スーパーもねすぐ近くだし立地もいいし結構住みやすかったですね。あと下町ならではの人情味みたいなものもあってすごく温かくて優しい人が多かった気がします。私が一人で中華料理屋さんでご飯を食べてたらおっちゃんに「にしベジルマ」中国語で話しかけられたり、バスの乗り方が分からなくてキョロキョロしてたらおっちゃんがなんか中国語でめっちゃ教えてくれたりして、なんかねすごくいい街でしたね。はい、こんな感じでクアラルンプールで初めて住んだ家は家賃もコストパフォーマンス非常に良かったし、お家もおしゃれだったし、あと運よくアリとかゴキブリも一切見かけなかったし、非常に便利で温かい街でトータル的に見て大満足でしたね。で次住む家はこれよりもかなりいい感じのお家なので、また機会があれば新しいお家でもルームツアーができればいいなと思います。はい、最後までご覧くださりどうもありがとうございます。このチャンネルが面白かったらグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いいたします。ではでは、つなみでした。